おはようございます。ミントです。みなです。7月24日金曜日、海外テックニュースです。今朝は5本お伝えします。トップはオープン AI の AI がセキュリティ管理を突破した問題を受けて、ホワイトハウスが状況を中止し、議会にキルスイッチ法案が出てきたという話です。今日のラインナップです。 AI の管理逸脱をめぐる規制論議から半導体、 AI 企業同士の大型提携、そして人型ロボット学習をめぐる買収まで幅広くお届けします。それでは1本目からです。オープン AI は今月、自社の AI システム2つがセキュリティ管理を突破し、 AI 企業ハギングフェイスの本番システムに侵入したと公表していました。ロイター通信によりますと、この事案を受けてトランプ大統領の技術顧問プラシオス氏が状況を中止しているとホワイトハウス当局者が明らかにしています。同時に下院では民主党のテッド・リュー議員と共和党のナタニエル・モラン議員が超党派で AI キルスイッチアクトという法案を提出しました。キルスイッチで AI を国が強制的に止められるようにするってことですか？はい、この法案は AI モデルが開発者の意図しない危険な行動をとり、人命や経済に脅威を与える制御喪失の場面で国土安全保障省が介入できるようにする内容です。ロイターによりますと、レッド・ワーナー上院議員も強力な AI モデルを公開前に NSA へ提出させ検査する仕組みを求めています。ただし法案はまだ提出された段階で成立はしておらず、この件についてオープン AI 側の公式な反応は記事の時点で確認できていません。続いては AI 企業と半導体メーカーの大型提携の話です。ロイター通信や CIOL によりますと、半導体大手 AMD は7月22日 AI 企業アンソロピックに対し、総額数百億ドル規模とされる AI サーバーを供給する契約を結んだと発表しました。アンソロピックは最大 2GW 分の AMD 製 GPU をラック型 AI システムヘリオス経由で導入する計画で、最初の 1GW 分は2027年前半に稼働を始める予定です。合わせて AMD はアンソロピックへの最大50億ドルの出資も決めていて、 AMD にとって同社への初めての出資になるということです。チップを売る側が逆に出資までするのは珍しいことなんですか？半導体メーカーが大口の顧客である AI 企業にまで出資するのは AMD にとって今回が初めてのケースです。ミサス CEO はこの提携で AI 導入を加速させ、ヘリオスを次世代 AI 基盤の主要プラットフォームにしたいと述べています。アンソロピックの共同創業者であるトム・ブラウン氏は、複数の種類のハードウェアを使い分けられることが強みだとコメントしています。両社は合わせて AMD 社内の開発業務に AI モデルクロードを使う協業も進める方針です。ただし今回の出資について具体的な実施時期や仕組みはこの記事の時点ではまだ明らかにされていません。続いてはヨーロッパの AI 企業をめぐる出資の話です。フィナンシャルタイムズの報道をロイター通信が伝えたところによりますと、韓国のサムスン電子はフランスの AI 企業ミストラル AI へ最大10億ユーロを出資する方向で協議を進めています。今回の資金調達ラウンド全体では数十億ユーロ規模を集める見込みで、実現すればミストラルの企業価値はおよそ200億ユーロに達するとされています。1年足らず前 ASML 主導のラウンドで企業価値がおよそ120億ユーロとされていたので、そこから大きく上がる計算です。サムスンはこれまでもミストラルにベンチャー部門を通じて出資してきました。サムスンって半導体や家電のイメージが強いんですけど、 AI モデルの会社にまで出資するんですね。今回はサムスンだけでなく EU が支援する EQT のファンドやノボホールディングス、サンタンダーといった投資家も参加を協議していると FT は伝えています。背景にはアメリカ政府が一時アンソロピックのモデルを EU など国外向けに輸出制限した経緯もあり、ヨーロッパ発の AI を求める機運が高まっていることがあると見られています。ただしあくまで協議段階で、最終的な出資額や参加企業の顔ぶれはこの記事の時点ではまだ確定していません。続いては中国製 AI モデルの規制をめぐるアメリカのスタートアップ業界の動きです。ファイナンシャルエクスプレス紙が伝えたポリティコの報道によりますと、 Y コンビネーターやプロトンを含む200社近いスタートアップや投資家がアメリカの業界団体名義でトランプ政権に対し、中国製の公開モデルへのアクセスを制限しないよう求める書簡を送りました。背景には中国ムーンショットの新モデルをめぐって政権内から技術の無断利用を問題視する声が出ているとされるなど、規制論議が強まっていることがあります。書簡では規制が中国よりもむしろアメリカの新興企業を弱らせると主張しています。実際に中国の AI モデルを使えなくするみたいな決定はもうされているんですか？いえ、記事の時点で全面禁止は決まっていません。
ポリティコの主催に対し、団体メンバーのドシー氏は、規制されれば何百社も立ち行かなくなる、と述べ、団体代表のゴットフレイ氏も、メスのように繊細な対応を、と訴えています。一方、財務長官のベセント氏は、中国企業による技術の不正利用があれば制裁もあり得ると述べています。逆に NVIDIA のジェンセン・フアン CEO は、中国製オープンモデルを禁止すべきだという主張に公然と反対の立場を示していて、双方の主張が対立したまま、具体的な結論は記事の時点でまだ出ていません。最後は、ロボット向け AI をめぐる買収の話です。AI 研究者のフェイ・リー氏が率いるワールドラブズは7月21日、ロボット向けのシミュレーション技術を手掛ける新興企業 C2X を買収したと発表しました。リー氏は自身の X 投稿で、世界は言葉だけでできているわけではない。空間知能とは世界を理解し生み出すことに加え、そこに働きかけることだ、とコメントしています。ワールドラブズによりますと、同社が開発したテキストや画像から 3D 空間を生み出すモデル、マーブルと、C2X が持つロボット学習用のシミュレーション技術を組み合わせる狙いだとしています。AI が作った仮想空間でロボットが練習してから現実で動けるようになるってことですか？はい。C2X はロボットが実際のハードウェアで動く前に精巧な仮想環境の中で物を掴んだり動いたりする練習を積める技術を得意としてきました。エクスタートアックスコムは今後工場や倉庫、家庭など幅広い場面での応用が見込まれると伝えていますが、 C2X の技術をいつどんな形で製品に組み込むのか、具体的なロードマップは記事の時点ではまだ明らかにされていません。今日お伝えするニュースは以上の5本です。今日は AI の管理逸脱を止める仕組み作りから、 AI 企業同士の大型出資、ヨーロッパの独自 AI への期待、そして中国製モデルの扱いをめぐるスタートアップの声まで、規制と投資が同時に動いた一日でした。共通しているのはまだ結論が出ていない話が多いということで、続報を追う楽しみもありそうです。気になるニュースがあれば高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。以上、海外テックニュースをお伝えしました。みなとミントでした。